おはようございます。めぐりかみ太一です。今日は鴨を骨のついた状態でロティしてジューシーなロゼに仕上げる方法をお見せしたいと思います。火の入れ方と失敗しないポイントを解説しますので最後までお付き合いください。これから鴨をさばく動画が流れますので、もし嫌な方は飛ばしてください。それでは一緒に作っていきましょう。それでは今から鴨の下処理を始めます。まず最初に首を喉の方から持って背中の方ですね、首の後ろ側の方の皮を切ります。そして首づるを引っ張って頭の方で切り落とします。今回コフバトという状態にしますので、なるべく、余分な皮を残して準備していきます。続いて手羽先の部分ですね、それは切り落としておきます。で、手羽元の部分、これは後で銃に使いますので置いておきます。このように関節にスッと入れるときれいに切れますので、無理に叩いて骨を割って、手羽先手羽元を外す必要はありません。どうしても鶏の骨は、割ってしまうと細かい破片になってしまいますので、関節できれいに切った方がいいです。あとももの部分もそうですね、関節に入れるとスッと入ります。続いて目に見える毛を抜いていきます。骨抜き器を使ってですね、丁寧に取っていきます。これよく言ってますけども、いきなりガスバーナーで炙ってしまうと毛根が残ってしまいます。ですので丁寧にこの脇腹とか全体ですね、見える部分は毛抜きで取り除いていきます。全体的に毛がきれいに取れたら、ここでガスバーナーを使って産毛を焼いていきます。それでは続いて内臓を出していく作業に入ります。鴨も鳥の仲間ですので、基本的に鳥とやり方は一緒です。この下処理の仕方、以前にも動画を紹介していますので、そちらを参考にしてもらったらいいと思います。同じように首づるを後ろに引っ張って、ここで気管と食道ですねを皮から剥がしていきます。やりにくかったらこのようにですね、キッチンペーパーなどを手に持って滑らないようにしながら剥がしていきます。このように皮から気管と食道が外れたら、次はここから指を入れて内臓の部分ですね、背中の方に肺がくっついてますので、指を中に入れて肋骨に沿いながらなんていうんですかね、肺を外していきます。これはですね、やってみないとちょっと分かりにくいですけども、背中の方を指でこすりながら肺を剥がすイメージになります。ここできっちり剥がしてやると、あと内臓を抜いた時にきれいに取り除くことができます。きれいに外れたので、今度はお腹の方から手を入れて内臓を引き抜いていきます。一番手前に腸、奥に大きい塊、これが砂肝になりますので、砂肝を持ってきれいに引っ張ります。そうするとこのように食道と肝ですね、フォアがきれいに取り除けます。続いて心臓と肺も引っ張って取り出します。このようにきれいにですね、最初に皮から気管と食道を外していると、このようにきれいに取れます。この内臓の部位で使うところですけども、今回はフォア、肝ですねと心臓を使います。今見てもらっているところですね、この緑色の塊、これが胆のうになります。胆汁ですね。これを破ってしまうと苦い汁が出てきてしまいますので、それを破らないように肝臓を外します。こちら小さい方ですね。続いて大きい方のフォアを外します。基本的に胆のうですけども、大きい方についてますので、緑の部分を避けて外していきます。イメージしてもらったら分かりますけど、これもフォアグラですね。フォアグラドキャナと変わりません。これに餌をあげて、脂肪肝にしたのがフォアグラになります。続いて心臓の方も取り除いておきます。今回これはさっとソテーして仕上げにつけたいと思います。
この緑の部分ですね、これが炭汁になります。こうやってフォアですね、肝のところにもこうやって色がついてます。この部分も苦くなってますのできれいに取り除きます。続いてももをデゾッセして胸が馬頭ですね、コフと言われる状態にしていきます。この時ですけどなるべく胸の方に皮が残るようにして下ろしていきます。この吸水のデゾッセですけども鶏と全く同じです。きれいに反りレースですねを取り除いて下ろしていきます。ももを下ろす時のポイントですけども、このように切れる包丁で肉を少し切りながら左手ですねを後ろ側に反らす、引っ張りながら外していきます。こうするとですねきれいに骨から剥がれて吸水を下ろすことができます。反対側も同様によく切れる包丁を使って切って反りレースですね、反りレースの上までいってまず脱臼させます。その後筋と筋の間ですね、骨の間に包丁を入れて片手で引っ張りながら包丁を入れるときれいに剥がれながら切れていきます。今回の動画で一番重要なポイントになります。この馬頭コフにする時の下処理ですね。まず首づるは取り除いておきます。この方が作業がしやすいからですけども取り除きます。これもですね後ろの方に引っ張りながら包丁を入れてやります。続いてまずこの背中の方ですね、ここに肩甲骨がありますので背中のど真ん中に包丁を入れてまず皮を取っておきます。背中の骨に沿ってまず皮を下ろします。そしてこの脇腹の部分ですね、そこに包丁を入れていきます。包丁で簡単に切れる柔らかい骨なのでこのように切っていきます。反対側も同じようにしていきます。このように両方とも切り終えました。中開けてみるとそれできれいに掃除ができていますね。続いてこの何ですか肩甲骨っぽいところから包丁を入れて背中の部分をまず外します。続いて首のところの余分な脂ですね、これを包丁でこすりながら取っていきます。でこの余分な肩甲骨はハサミで切ってしまっていいです。続いてフルシェットですね、 V 骨を外していきます。鴨の V 骨は鶏と違って非常に硬いので扱いやすいです。このように包丁を使って余分な肉を削ってあとは包丁を入れて外していきます。このようにきっちり骨が出てきたら骨の内側に入れて肩の関節で外してあとはひっくり返せばこのようにきれいに取り除けます。これがコフまたは馬頭と言われる状態になった鴨になります。このように胸が骨付きのままですね。あと手羽をついている状態、手羽元ですね、ついている状態の方がいいと思います。あとこのように皮を余分に残していますので成形した時にきれいにバロン状ですね、皮が張った状態できれいな状態になります。ここからタコ糸で縛っていきたいと思います。まず上下の皮をきれいに内側に入れてそれを縫い付けていきます。これはもう見てもらったままなので、解説せずにそのまま見てもらったらいいと思います。皮を張ってですねきれいにブリで糸で縛っていきます。手羽元もこのように張ることですね、後ろに反らすことによって胸の肉
フィレの部分がきれいに張って縮みが少なくなります。ですのでジューシーで柔らかく仕上がるということになります。ですのでこのマグレ、ドキャナーみたいにフィレになっている状態よりもこのバトーの状態ですね、骨がついた状態で火を入れた方がよりジューシーで美味しく仕上がります。この状態、腕がきっちりと後ろで縛られているのでフィレ肉が縮みが少なくなります。このように皮がきれいに張っていてきれいな形に仕上がっています。これが今回の重要なポイントの一つ、バトーの下処理になります。こちらが下処理が終わった状態になります。キュイス、手羽、胸、鶏ガラ、首づる、あと心臓と肝になります。首づる、ガラ、手羽に関しては10を取ります。キュイスはまた他の動画がありますのでそちらを参考にしてもらったらいいと思います。あと心臓と肝は今回仕上げに軽くソテーして添えます。続いて最後バトーの下処理をしていきます。油がよく乗っていますので軽く皮の部分だけ切り目を入れてロティした時に美味しく油が出てカリカリに仕上がるようにします。このように肉に傷をつけないように皮の部分、油の部分だけを切ります。このようにですね、皮の部分だけ切り目を入れます。続いてきっちりと汗染めですね、塩コショウで全面汗染めしていきます。この内側の部分もきっちりと汗染めします。やはり骨を通して内側から塩が入ってきますので汗染めするのを忘れないでください。これに結構多めにきっちりつけたらまず火のついてないフライパンに入れて構いません。そこからじっくり火をつけて温度を上げていきます。しばらくするとこのように油が出てきますので油が出てきたらまんべんなく鴨の表面を焼いていきたいと思います。油が全体に馴染んだところでまず一番分厚い横の面から焼いていきます。このようにですね、じっくりと横の面を中火より若干弱い感じで4分ほど焼いていきます。もちろんお肉ですけども焼き出す前に1時間以上前常温に出しています。続いて反対側も4分ほど焼いていきます。今回このサイズで4分なのでサイズによって変わりますのでちょっと気をつけながら焼いていってもらったらいいと思います。その都度返す方向を変えるたびにですね、表面の部分、焼きにくい部分をちょくちょく焼いていきます。続いてあと首に近い方ですね、肩の部分も4分焼いていきます。でこのように全体的にきれいに色がついて油が出てカリカリに仕上がっています。このようにきれいに焼けた状態でここでオーブンに入れていきます。180度のオーブンにサイズにもよりますけど今回だいたいですね8分ほど入れています。8分経ちました。このように非常に美味しそうにカリカリに焼けています。ここで一旦ロポゼですね休まします。網の引いたバットの上に置いてあとアルミホイルでくるんでしばらく休ませておきます。今回だいたい15分ほどゆっくりと休ませます。それでは15分経ちましたので切りつけていきたいと思います。まず、タコ糸を外します。それではど真ん中ですね、骨のすぐ横に包丁を入れます。もう部位骨もきれいに外れてますのでまっすぐ包丁を入れてあとは丁寧に下ろしていきます。このようにきれいにロゼに仕上がっています。
もちろんジューシーですけども、休ますことによって肉汁が肉の中に戻って肉汁があふれることもありません。綺麗なロゼに仕上がっています。おろし終わったフィレの内側にあるフィレミニョンを取り除きます。そして今回は縦に長いまま切っていきます。あまり薄すぎずなく、だいたい5ミリから6ミリぐらいの厚さで切り揃えていきます。非常にロゼでジューシーに仕上がっています。やはり骨付きで火を入れた方が美味しく仕上がります。ちょっと端の方は味見をします。それでは温かいお皿に盛り付けていきたいと思います。今回ガルニチュールはキャベツとトリュフの入ったシューブレゼです。熱々のガルニチュールの上にきれいに並べて、最後フィレですね。で、先ほど用意していたフォアと心臓、ソテーしたものを置いて、最後にジューをナッペします。この時ですけども、キュイソンがきれいに仕上がっていますので、キュイソンが分かるように半分ぐらいだけソースをナッペします。最後にフルードセルと粗挽きの胡椒をひいて完成になります。やはりバトー、骨付きの状態で火を入れた鴨ですけども、非常にジューシーで、柔らかく仕上がっていました。また今回用意したガルニチュールのシューブレゼは他の動画で紹介します。今回2種類のお皿に盛り付けてみましたけども、皆さんどちらがお好きですか？また意見などお聞かせください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。ボナペティー。